るのか。このように海面から海苔網を揚げるための支柱で、海苔は食感が良くなりうまみが増してきます。その特殊な漁場を9月から作り始めていきます。そう、今は9月です。支柱立て出港。メインスイッチ入れて。エンジン始動動画は船下ろし以来ですね。 GPS も入れるよ。推進系にも役立ちます。スクリューと舵を下げて。毎回こうしないと浅くなってスクリューとか曲がってしまいます。準備整えて支柱立てに出港。さあ今回はユーク32号ってとこのこの辺を立てていきます。すぐ近くに初島って島がありますが、次に出てくる河口と一緒で炭鉱の名残の島です。矢部川河口付近。昔はここに有明炭鉱ってのがあって、炭鉱の大きな櫓が印象的でした。昔はここも島だったらしいです。現場に到着。この水色のところが今回建てる場所の一つです。拡大して。目印の黄色いポールはこんな感じです。夜回りの時のね。さらに拡大。まずは黄色の目印のポールに合わせてポンプ水で穴を開けて黒い支柱を立てていきます。この支柱は 9.5 メートル、直径55ミリのものです。さらに拡大。立て終わったら前後の黄色ポールを見ながら今度は縦20間を測ります。ここ修正したら逆に短くなったよね。こんな感じで縦を全部測って立てていきます。さらに拡大。今度は横を仕上げるためにロープを張っていきます。この横の支柱は枕と呼んでて基本となる支柱なので、太くて強くてそして重いです。ロープやワイヤーを使うので大体の位置に支柱を立てられます。この枕がとても重く、今年はとても暑かったので毎日水3リットル以上飲んでました。枕が終わったら今度は中打ち。さっきより少し小さい支柱を1列に9本打っていきます。全部打ち終わると小さい支柱はこんな感じになって、最終的には網を張ってこんな使い方をします。今から中身の細めの支柱45本立てていきますが、一心不乱にまっすぐ立つように心を集中して立てていきます。この時心を無にして自分はいつも集中しています。邪念を取り払って。海はいつもこういった凪ばかりじゃなく、強風が吹いたり大潮の時はとても潮の流れが速いので、潮の流れが止まった時を計算して立てていきます。計算のように立たないよね。あと海底の土の硬さとかでこの支柱立てのスピードは全然違います。1列が終わったら次の列にワイヤーロープを結び直して、また次の列を同じように立てていきます。そして移動中に次の支柱を準備したりします。自分は水分補給と塩分補給ですわら。このようにして海苔の漁場は仕上がっていきます。潮が引くと海に入って仕事することも多いです。これは大潮の満潮時の港ですが、高潮でかなり潮が満ちてます。今度は逆に干潮。ここはユーク33号って場所で沖の場所になりますが、潮が引きすぎてここの干潟を見ることは珍しいです。折れてて支柱に牡蠣がついてたので持って帰って茹でてみました。正直夏だから怖かったけどマジ美味しくてびっくりしました。他にウニもいたし、赤西貝もアサリやバカ貝もいました。そんな感じで支柱を立ててきましたが、完成したらこんな感じになります。最後の仕上げに
印の黄色ポールを抜いて一連の支柱立ての作業となります。富士壺落としのワッパも取ります。黄色ポールに貝がついてました。知っとる？赤西がいて。支柱の立て方は様々です。支柱が長くなると大きい船が立てやすいです。ちょうどこの時にポンプ水のアルミの棒を折っちゃって、それで桑の鉄工所さんで修理してもらって事なきを得ました。大きい船が安定感があり、少々の風でもなんとか立てられたりします。どこ行く？浅いところはこの小舟がいいんですが、一長一短ですね。支柱立てはまだ道半ばですが、明日からまた頑張っていきます。最後までご視聴ありがとうございました。これからも面白い動画を作っていこうと思います。もし見て面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。